皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日はじゃーん、私的ベストコスメのベースメイク編を紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、前に質問コーナーでスキンケアとコスメについてお話ししましょうっていうことをしたら、意外とスキンケアの方が多くって、なので質問コーナーではスキンケアを紹介しました。で、コスメに関しても質問があったんですけど、私的なおすすめを紹介してくださいっていうコメントが多かったので、もうそれはそれで紹介した方がいいんじゃないかと思って、私的ベスコスをね、紹介することにしました。で、2019年のベスコスか、もう年度関係なしのベスコスがどっちがいいですかっていうアンケートを取ったら、年度関係なしのベスコスっていうことだったので、これからベースメイク編だったりとかアイメイク編、リップ編みたいな感じでちょっとカテゴリーというか、ジャンルカテゴリーを分けて紹介していこうと思います。今日はですね、ベースメイク編で私的おすすめの下地、ファンデーション、コンシーラー、パウダーを紹介していこうと思います。私的おすすめはいろいろあるんですけど、アイテムによってその良さが違ったりとか、こういう時はこういうのを使いますっていうのをいろいろあるんですけど、私的にリピートしたものだったりとか、これからしそうなアイテムを今日はもう絞ったので、それを順番に紹介していきます。じゃあ下地から紹介していきますね。下地はですね、私といえば正解、ポール&ジョーの下地がね、皆さんイメージだとは思うんですけど、もうねそれね使い切っちゃって今瓶がない状態なので、また買い足しに行きます。なので殿堂入りです。もうポール&ジョーの下地は、どういう方におすすめかと言いますと、しっとりしたタイプがいい方、時短で終わらせたい方、厚塗りになりたくない方、だからナチュラルなメイクに仕上げたい方はとか、初心者の方、あまりメイクをしたことがないですっていう方とかはポール&ジョーの下地おすすめです。私は白い蓋のタイプの2番を使ってます。ピンクのね蓋のタイプの方がちょっとナチュラルで下地の役割をしてるんですけど、白い蓋の方はファンデーションの役割ももう一気にしてくれる感じで、カバー力もあるので、私はそっちの方がおすすめです。その下地を使うポール&ジョーのね下地を使う時はファンデーションは私は使わないので、時短だったりとか乾燥が気になる時とかはもうすごくおすすめなので、また買いに行きます。気になった方はぜひチェックしてみてください。じゃあアイテムがあるものを紹介していきます。で、今日はですね、こちらエスティローダーのダブルウェアフローレスハイドレンティングプライマーを使っているんですけど、もうこれ最近ずっと毎日使ってます。クリームっぽい感じの下地ではなくって液体タイプな感じで、これねほんのりピンク味が入ってます。こんな感じの液体タイプです。なので肌に馴染みやすいし、うっすらな感じで大丈夫です。で、軽くトーンアップもしてくれるし、これはもうツヤ肌のベースにめちゃめちゃいいです。なのでこれで自然とツヤ肌が作れるので、私は最近これをずっとね使ってます。これもうすぐなくなっちゃうんですけど、なくなったら買い足そうと思ってるくらいいいです。で SPF も45で PA+++ なので、プラス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 なので高めなのでね、下地の日焼け止め代わりとしても使ってます。厚塗りにはしたくない、ベースはツヤ肌がいい、だけど重たくなりすぎたくないっていう方とかにもぴったしです。次はさっきのこれに比べてやっぱりちょっとクリームタイプでちょっとテクスチャーは重めがいい。でもカラーコントロールカラーも入っている方がいいって方におすすめはこちらのランコムですの、UV エクスペルトンアップローズ、日焼け止め用乳液ですね。メイクアップベースとしても使えます。で、これはですね SPF が50の PA+++++ ですで、これはほんのりピンクが入っているんですよね。ピンク色が入ってます。ちょっと分かりづらいかも。これはさっきに比べるとやっぱりちょっとテクスチャーが重めで、しっかりカバーもしてくれます。トーンアップしてくれるんですけど、白浮きする感じではなくて、やっぱピンクがね入ってるので綺麗にトーンアップしてくれます。どうからへんかな。私はなんかコントロールカラーが入っているタイプだとピンクを選びます。緑とか青とかいろいろ自分のカラーによってあるとは思うんですけど、ピンクが相性いいみたいです。で、これも少量で飲みがいいので、香りもねめっちゃいいし、なのでそれカラーがついてるものだとこれがね一番使ってます。
でちょっとおまけで言うと、このラロッシュポテの方もおすすめなんですけど、これは白いやつですね。で私はねトーンアップの方を使ってるんですけど、これは色が逆に真っ白です。なのでここのハイライトを置く部分とかに塗ったりとかしてあげると、ここだけトーンがアップするので、私これ顔全体に塗りすぎちゃうと、日焼けねしすぎちゃってる時とかだと白浮きしちゃうので、それは気をつけながら使ってます。ただラロッシュポゼはめっちゃくちゃ伸びがいいので、本当に自分が思ってるよりも少なめを伸ばしてあげる方がおすすめです。ベースはこんな感じですかね。もう他にも紹介したいのはいろいろあるんですけど、この3つがとポーランドジョーがおすすめです。次、ファンデーションに行きたいと思います。ファンデーションはですね、クッションタイプとリキッドタイプとクリームタイプの3つで、各ジャンルで1個ずつおすすめを紹介していきたいと思います。スティックバージョンとかでもおすすめはあるんですけど、それよりも私は今から紹介するやつの方がよく使っているので、それを紹介します。まずもう2019年ベストコスメの中でも選んでるぐらいおすすめがこちら、NARS のクッションファンデーションです。この四角のタイプね。これは SPF が50で PA がプラスです。でカラーはね、もういつも見せてると思うんですけど、もうこのクッションファンデーションはめちゃいいです。私普段ファンデーションを塗らなかったんですけど、これに出会ってからはこれを使うようになりました。でクッションファンデーションなのですごくやっぱり楽だし、あとこのファンデーションはナチュラルでカバー力もあってツヤ肌も出してくれるっていう、もう優秀です。でカラーはいろいろあるので、自分に合ったものを見つけていただきたいんですけど、何がいいっていうと、私やっぱファンデーション塗った感っていうのがすごく苦手で、そういう感じにならないやつじゃないかなと思った時にこれに出会って、もう本当にこれねもうすぐなくなっちゃうんで買い足そうと思っているぐらいいいです。こういう感じになってるんですけど、ちょっとごめん汚いかで、こういう感じで塗るんですけど、私は1回こうつけてからポンポンって置いて、こう中心から外に広げるように塗ってるんですけど、こうやっぱりこう下地だけではカバーできないところをしっかりカバーしてくれつつも、ファンデーション塗ってるんですかってよく言われるぐらいのナチュラルさです。でもこうしっかりカバーしたい方は厚塗りすればこうカバーはできるんですけど、それでも重い感じにはならないので本当に優秀だと思います。使ってみてほしい。これね、友達とか周りの人にもねおすすめしているんですけど、本当にこう言葉ではできない感じです。でリキッドタイプだとこのボビー・ブラウンのこちらがおすすめです。今はちょっとプッシュタイプになってると思うんですけど、私は今まだスポイトタイプを使っていて、こんな感じです。カラーはですね 3.5 のウォームベージュを使っているんですけど、これも一見こう重いのかなって思うんですけど、塗るともう全然そんなことはなくて、しっとり保湿力もあるしカバーもしてくれるしっていうところです。しっかりファンデーション感はあるので、筆で塗ったりとかスポンジで塗ったりとか、いろいろその時に応じて塗るのをおすすめしてます。ただやっぱり置くところは中心から置いて、外は薄くなるように塗ってあげて、全部にこう塗る必要性はないかなと思うので、そういう風に塗ればいいかなって思ってます。なので乾燥肌です、でもファンデーションは使いたいですって方はボビー・ブラウン、これがいいと思います。最後クリームファンデーションはこれがおすすめです。RMS ビューティーの、クリームファンデーション33っていうカラーを使ってます。これ新作で新しく出たやつじゃないですか。これわかる？こんな感じなんですけど、多分これだけを見ると私使う感じじゃなくないですかって多分思うんですけど、もう部分ファンデーションとしてはめっちゃ優秀でした。でこれね、テクスチャーは固めでちょっと重めな感じなので、本当にちょん、もうめっちゃ全然減らないんでいいんですよ。そういうところはちょんちょんってやるじゃないですか。でこの辺のクマとかこの辺のゾーンとか、この赤みが気になるところとかに乗せてあげると、もうめっちゃ自然にカバーしてくれます。でファンデーションやけどこうファンデーションの浮きな感じとかはないっていうか、わかる？浮いてきちゃったりとか粉っぽくなっちゃったりするじゃないですか、こういう重いやつって。でも全然そんなことないんですよね。塗った後にこうポン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 ってなじませてあげる感じね。そうすると
肌と一体化してくれるし、やっぱりカバーしたい部分だけしっかりカバーしてくれるっていうところがすごく優秀だなと思ったので、最近はそういう感じで使ってます。なのでこれでツヤ肌を出しつつ、今日はちょっと気になる部分が多いなとか、顔全体にはなんかそういうファンデーションとか塗りたくないなっていう日があるので、そういう時はこれを使ってます。じゃあですね、その続きでコンシーラーを紹介したいと思います。コンシーラーはこちら、ナーズのねラディアントクリーミーコンシーラーがすごくおすすめです。私はねカラーは1244っていうカラーを使ってるんですけど、これもねカラーバリエーションがあるので、自分に合ったものを選んでもらって使うのがいいと思うんですけど、これのね何がいいかっていうと、こういうタイプなので気になる部分をこれでこのまんまリップみたいにできるのと、テクスチャーが柔らかくて優しい感じなので、気になるところに叩き込むと本当にナチュラルにそこの部分だけカバーしてくれます。で RMS ビューティーはやっぱりファンデーションなのでもう少し重めなんですけど、こっちの方がクリームだけど軽い感じなので、クマだったりとか赤みが気になるところだけに塗ってます。でクリオのパレットがあったと思うんですけど、あれはどっちかっていうとこれに近い感じ、 RMS ビューティーね。でもあれはパレットは限定で、私自身ももう見つけられないのでもうなくなっちゃったみたいな、あれ限定って言ってたんですよ、現地で買った時にね。だから最近はこのクリーミーコンシーラーを使ってます。なんか私はね本当にこれがコンシーラー部門でいうとナーズのこのコンシーラーが一番だと思います。最後はねパウダーを紹介したいと思います。でパウダーの中で一番おすすめはこちら、じゃーん、ナーズのライトリフティングセッティングパウダープレスト N です。前からメイク動画でもういっぱい紹介してるので見たことある人はいると思うんですけど、これがね本当に優秀です。これを塗った後にメイク直しはね全然しないです。もともとなんかそういう、ね、メイク直しを持ち歩くのめんどくさいのでリップとかしかしないんですけど、この辺の下地の感じもこれを塗っておくと崩れる感じはしないです。はい、でプレストタイプはねこういう感じになってて、パウダーがいい人はパウダーもあります。ただ私はパウダー系だと塗るとやっぱ粉っぽい感じが苦手なので、基本的にプレストタイプを選んでます。でプレストで言うとエレガンスなやつもおすすめです。でエレガンスなやつもこう24時間崩れないタイプなのでいいと思います。ただカラーがねいろいろあるので、自分に合うやつを見つけたらいいかなって思うんですけど、私みたいに肌なじみを良くしたいって方とかは5番のね茶色いやつを選んでもらえればそういう感じになるのでいいと思います。で大きい筆でふわっと塗るのがポイントです。はい、ということで私的おすすめコスメのベースメイク編でした。前からね使っているアイテムが多いので動画で見たことあるアイテムが多かったと思うんですけど、いろいろなアイテムを通して私的には今紹介したアイテムが上位だなって思うので、よかったら参考にしてみてください。ベースとかはやっぱり肌に合う合わないだったりとかお悩みがそれぞれあると思うので、いろいろ使い分けることも大切だと思うし、そういうなんかこう誰かが使っているのを参考にするのも一つだと思うので、ぜひ自分に合うベースメイクを見つけてみてください。次はですねリップ編とアイメイク編をやろうかなって思ってます。できたらチークハイライト編もやれたらいいかなと思うんですけど、前ねハイライトでおすすめを紹介しちゃっているので、それはできたらっていう感じでやりたいと思ってます。そちらもお楽しみにということで、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。